どうも、新田和と申します。このチャンネルではゲーム等の配信、プラモデルの改造、塗装動画をアップロードしています。今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイドカウソルジャーを制作していきます。変更成形で作られた鎧は未塗装でも非常に綺麗な色をしています。プロポーションも素晴らしく、ポージングもバッチリ。唯一気になるところはカードにはあった剣の切れ込みがなくなっているところですね。今回はパールとメタリック塗料で超光沢塗装をしていこうと思います。まずは足にある合わせ目を消すために後はめ加工をしていきます。すねの内側のパーツは油性ペンで印をつけた部分で切断。膝関節のパーツは差し込めるように穴を外周まで切り広げていきます。太もものパーツは膝関節を差し込めるようにストッパーを切断。太もも上部の回転軸も同様にストッパーを切断します。加工が終わったので接続テストをします。まず太もも上部のジョイントを差し込んでいきます。次に膝関節を太もものパーツに接続します。少し引っかかりはありますが問題なく差し込むことができました。膝とすね上部の金色のパーツを接続します。ちょっと噛み合わせが緩い感じがするので組み立て後の保持力が心配です。すね本体のパーツを上部のパーツにつなげます。接着剤が必要かなと思ったのですが足の曲げ伸ばしも問題なしです。最後に足首の金色のパーツがすねに差し込めることを確認してテスト完了です。では合わせ目消しに入っていきましょう。まずはパーツの合わせ目にキサゲを差し込んで V 字の溝を彫り込んでいきます。この溝は合わせ目を消すための瞬間接着剤を充填するために彫っています。パーツ同士を密着させるためミスターセメント SP を使って接着します。ここでパーツ同士が密着していないと瞬間接着剤の充填に失敗してしまいますので要注意です。高接着タイプの接着剤を盛り付けていきます。こちらの接着剤はデザインナイフで簡単に切ったり削ったりすることができます。粘度も高いので近くの筋彫りなどに流れ込むこともありません。ヤスリで形を整えたものがこちらです。透明タイプなので分かりづらいですがしっかり合わせ目が消えています。と思ったのですが完成した後に見たらムラが残っていました。合わせ目が消えたことを確認することを考えると色がついているものの方がいいかもしれないですね。剣に切れ込みを入れていきます。カオソルジャーの剣は種類によっても異なりますが切れ込みが入っているのが特徴です。カードのデザインに寄せていこうと思います。ざっくりとニッパーで切れ込みを入れてしまいました。ここからはヤスリがけで形を整えていきます。粗い金属ヤスリを使ってデザインを理想に近づけていきます。刃の部分はなるべく薄く剣として違和感がないように削っていきます。こんな感じになりました。少々粗は目立ちますが個人的には許容範囲になったかなと思います。カードの種類によってデザインが違うのでなんとなくそれっぽい雰囲気が出ていれば OK です。塗装に入っていきます。最初は全てのパーツにガイアカラー EX ブラックを塗装していきます。重厚感を出すためにはプラスチック特有の光の透過をなくすことが大切です。そのためには黒から立ち上げるのが一番の近道ですね。今回は可能な限り表面処理をせずパーツ自体の成形精度を生かして塗装をしていきます。下地から平滑な塗装ができているのでメタリック層が綺麗に塗装できるはずです。紫のアーマー部分にパール塗料で塗装していきます。ここで今回の秘密兵器東洋アルミニウムの過干渉アルミニウム顔料クロマシャイン BL20X の登場です。クロマシャインはシリカでコーティングされたアルミニウムフレークをさらに金属粒子でメッキした特殊なパール顔料です。 BL20X はダークブルーからバイオレットに変化するタイプになっています。この顔料を溶剤で希釈したガイアカラーの EX クリアに混ぜて塗装します。では塗装していきます。クロマシャインは粒子サイズが小さいので通常のエアブラシで塗装可能です。塗装が終わりました。今まで使ってきたパール塗料とはまた違った独特な光り方をしています。少し色合いがブルーに寄っているのでクレオスのクリスタルカラーアメジストパープルで塗装していきます。アメジストパープルは隠蔽力がとても低いので下地の色を活かしながら適度に紫感を出すことができます。パール塗料の重ね掛けは結構面白い表現ができるのでいろいろ試してみたいところです。ゴールドの部分の下地をガイアカラーのバーチャロンカラーローズブライトレッドで塗装していきます。圧倒的な隠蔽力を持った塗料でゴールドの下地にはもってこいですね。
ブラックから塗装していっても問題なく発色してくれるので、私の塗装方法と合っています。ガイアカラーのバーチャロンカラービクトリーゴールドで塗装していきます。下地のローズブライトレッドが鮮やかなため、非常に綺麗なゴールドになってくれました。オレンジ系のビクトリーゴールドとしては理想に近い発色な気がします。剣をガイアカラーのパールシルバーで塗装します。パール塗料を使用することで通常のシルバーよりも印象深い陰影を表現することができます。カオスソルジャーの剣は極東ですので、パール塗料の恩恵が大きいですね。兜の飾り部分をクレオスのクリスタルカラートパーズゴールドで塗装します。このゴールドはクリアレッドの下地になります。クリアレッドの下にトパーズゴールドを利用するとキャンディー塗装の情報量が上がるのでおすすめです。ただ塗装時の色合いを均一にするのが若干難しいので、比較的気を使う塗料だったりします。ガイアカラーのクリアレッドを塗装します。前回の動画ではクレオスの顔料系クリアを使用していましたが、やっぱりガイアカラーのクリアレッドが一番深みのある赤という印象を受けます。今回はデカールを使わないので遠慮なく染料系のクリアを使っていきます。関節等のグレーの部分はガイアカラーのスターブライトアイアンを薄く塗装します。厚く塗装してしまうとアイアンというよりもシルバーになってしまうので注意が必要です。顔をクレオスのクリスタルカラートルマリングリーンで塗装します。こちらはキャンディー塗装の下地になります。ガイアカラーのクリアホワイトで塗装します。下地が緑系パールのキャンディホワイト塗装、珍しい組み合わせだと思います。最後にもう一度クリスタルカラートルマリングリーンで塗装します。これで青とも緑とも言えないカオスソルジャーっぽい肌の色になりました。最後に全てのパーツに EX クリアを3層重ねて塗装は終了です。クリアコートをすることでパールやメタリックが本来の美しさを発揮してくれます。では研ぎ出しに入っていきます。今回はバフレックスをスキップしていきなりコンパウンドで磨きます。3M のウルトラフィーナ目消し肌調整用で研磨します。ガンプラと違って凹凸が多いのでクロスだと磨き残しが出そうなので綿棒を使ってみました。1段目が終わりました。この時点でも素晴らしい光沢です。2段目の仕上げ用コンパウンドで磨いたものがこちら。光沢が増しているのがわかるかと思います。最後のグロスアップコンパウンドで磨き終わったパーツがこれです。見惚れてしまうような光沢ですね。溝が多いパーツで少し見づらいですが本当に綺麗に光っております。さあいよいよ組み立てと思ったのですがパーツが破損してしまいました。パーツをはめるときに必要以上に力を込めてしまったみたいです。クロマシャインの塗膜が思ったより厚く各部のジョイントが硬くなっていたのが原因ですね。面倒くさがらずにしっかり関節をマスキングするべきでした。こんな時は折れたパーツに穴を開けて真鍮線を通します。穴を開ける時には結合する場所を意識してズレが起きないように気をつけましょう。こんな感じで真鍮線を通したら不要な部分を切り取ってアロンアルファ光で接着して作業完了です。パーツ間のクリアランス調整を行うために意図的に真鍮線を貫通させています。いい感じに治ったんじゃないでしょうか。撮影しながらでも10分かからないぐらいで直すことができました。最後の組み立てを行っていきます。今回は新しい試みとしてクロマシャインなどのエフェクト顔料を用いた塗装などを行いました。いろいろと不安でしたが思ったよりうまくいって大満足です。顔料もまだまだ残っているのでいろいろな場面で使っていきたいところです。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。感想などございましたらぜひぜひお気軽にコメントなどいただけますと嬉しいです。チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。それでは完成動画をご覧ください。